ちょっと待って、それやんない方がいいんだよなって、あれ、なんでやっちゃいけないのかな。今日はそういう話をします。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。いよいよですね、歯の矯正、上下両方ともワイヤーが入りました。すごく喋りづらいですが、よろしくお願いいたします。今日はやってはいけない行動についてです。あなたの行動について何をやってはいけないのかということについて話をします。唐突な話ですけど、今回の話の目的は私たちが幸福になることです。幸せになるためにやってはいけないこと、注意することについてですね。一般的に言われているようなことは皆さんすでにお分かりだと思いますので、ここは超越瞑想的な観点からお話をしてみます。超越瞑想的と言われてもわからないかもしれませんね。超越瞑想を世界に広めたマハリシ・マヘーシ・ヨーギの考えを超越瞑想的な感じと言ったりしています。この動画ではそういう話を紹介しています。何かのお役に立てると思います。さて、先ほど今回の話の目的は幸せになることと言いましたが、私はビジネスマンなので仕事がうまくいくことが幸せでもあります。この動画を見ている方々にとっては子育て、受験、スポーツ、就職、人間関係などで幸せな状態になりたいと思うかもしれません。それらいろいろなものに共通しているやってはいけない行動についての話をこれからします。やってはいけないことっていうのはいろいろとありますね。例えば誰かが牛乳を飲んでいる時に笑わせたりすることなどですね。一般的には法律違反とか人を傷つけるとか嘘をつくとか、そういうのはやってはいけないと思いますね。ではなぜそれをやってはいけないのでしょうか。学校の授業だとここでみんなに発言させる感じでしょうかね。最近は一人一台タブレットの時代ですから、みんなが答えを考えますね。昔優秀な生徒が手を挙げると、その人を先生が指して答えさせたり、あるいは先生が誰かを指名して答えさせたりしていました。私は先生に刺されないように神様に祈りながら隠れていました。緊張してお腹が痛くてトイレに行きたいなっていうこともありました。今は教えの多様性でいろいろな考えがあって、どれが正解かは先生の方で決めないことがあるらしいです。自分で考えて自分の意見をみんなの前で言える子どもたちが増えるっていうのはいいですね。話を戻します。さあ、あなたはどう考えましたか？なぜ法律違反とか人を傷つけることをやってはいけないのでしょうか？それは人と人との関わりがうまくいかなくなるからですね。人間関係がいいといろいろなことがスムーズです。一般的にやってはいけないことというのは、他人との関係が悪くなることだったり、自分の身に危険なことだったりと、今よりも良くない状態にならないようなことです。借りたお金を返さなかったり、約束を守れないことなどもそうですね。ただここではそれらの話にとどまりません。もっと全体的な話です。何でしょうか？はい、それは環境です。環境というのは周囲の人とかもそうですし、目に見えない自然とか天候とか宇宙からの影響とか、そういうもの全てです。そしてそういう環境との調和が重要です。環境といえば最近は SDGs ですね。あなたはご存知でしょうか？ SDGs は国連で採択された未来への取り組みで、経済と社会と環境のバランスを取りながら地球を守って私たちが幸せで豊かになることを目指した活動です。
一部の人の営利に利用されているとか陰謀論とかもありますが、私たちが平和的に暮らすための目標設定があったり、具体的な課題が明確になっていていいと思います。何より全世界で共通の議題を明確にして取り組むというのは画期的だと思います。この地球全体が私たちの家という考えを共有しようとしていますね。ちなみに私は2020年令和2年の町議会の一般質問で SDGs への取り組みについて町へ質問しました。さて、ではこの環境と私たちの関わりについて、この超越瞑想の本ではどのように書かれているのでしょうか。超越瞑想の本の220ページ、電子書籍版では第3部生きる技術の第5章、行動の技術の括弧5の中の C のところです。ここには好意的な環境ということが書かれています。で、この本に書かれているのは、環境と調和することで環境からの好意を受けられるということです。それによっていろいろなことがうまくいきます。逆に環境から好意を受けられないような行動はやってはいけません。ではここで今回の動画の一番大事なポイントをお伝えしますね。それは、環境は行動の成功に関わる大きな要因ですということです。もしあなたが何かを達成したいとか何かで成功したいと思うときには、環境がとても大事な要素なんですね。環境があなたに好意的であると成功はスムーズです。もしそうでない場合には、環境に関係なく行動することができるような強力な心が必要です。この本にも書かれていますが、環境の支援を受けられなくても強い心があれば大丈夫だそうです。強引に何かを進めて成功する人もいますね。ただそういうやり方はスムーズに進まないので苦労も多いのかもしれません。さらにあなたの行動が環境に調和的で好意的な状況は心の純粋さが必要だと言われています。心の純粋さというと、純粋な心いいですね、そうなりたいなという反応をする人が多い気がします。そう考えてしまう人はだいたい何かよこしまなことをしたり、誰かのことを悪く思ったり、自分の中の純粋ではない部分を見てしまうと思いますが、それは本当の自分ではないということに気づけば大丈夫です。本来人はみんな純粋です。純粋でないという状況を生み出しているのはその人のストレスです。それを取り除けば本来の自分が現れます。その時に環境の支援を得ることができます。それと、そういう時にはあなたの行動それ自体が環境との調和を持つような行動になっています。この時には雪だるま式というか福利の恩恵というか、そんな感じで良い循環が回り始めます。行動が環境と調和するというのは、例えば誰かに親切にしたり思いやりを持った行動をしたり、誰かを助けるような行動ですね。そういう行動によってあなたの目的を達成することができます。こういう行動は純粋性から生まれます。超越瞑想を行うとストレスが取り除かれ、本来の自分が現れます。そうするとあなたの行動がスムーズになります。なぜかというと、超越瞑想によって自分の心に純粋さを維持できるようになるからです。その状態になると環境もまた私たちに調和するようになっていきます。環境との調和を保つためにはとても効果的な方法が超越瞑想です。それによって親切だったり思いやり、援助などもスムーズに受け取れるようになります。あなたから他の人に対する良い振る舞いも行われます。私たちの内側が純粋であれば行動は実を結び、さらに価値のあるものとなっていきます。
そういうわけで他人との関係などを含めた環境を大事にしないとか、環境との調和を考えない行動はやらない方がいいですね。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグーです。